こんばんは、ゆうかです。今回は前回作ったこちらの SD ガンダムにアニメ塗りをしていきたいと思います。まず最初に、この動画は How to 動画ではないので、やり方が気になる方は詳しく解説をされている方の動画だったりサイトだったりをご覧ください。今回使っていく塗料なんですけど、私はアクリルガッシュを使ってみようと思ってます。というのも、アクリルガッシュはよいしょいっぱい持っているので、こちらを使っていきたいと思います。何年も開けてないので絵の具が固まってないかだけ心配です。やったことがないので成功するのか、はたまた失敗してしまうかもしれないんですけど、楽しんでやっていきたいと思います。それでは早速本編をご覧ください。まず最初に下地として艶消しスプレーを吹きます。トップコートって書いてあるけど、多分大丈夫だと思います。ベランダに飛ばないように段ボールを後ろに置いておきました。そういえばうちのベランダにはヘビがいます。嘘です。鳩よけの置物です。乾かしている間に画像をフォトショーで加工をして見本になる資料として作成しました。これを元に塗っていきます。暑いからかすぐに乾きました。これから塗っていきます。使うのは冒頭でも言っていたアクリルガッシュになります。パレットにはペーパーパレットを使いました。これも家にあったものになります。ペーパーパレットは好きな場所に好きな量を出せるので、私は結構好きです。片付ける時もめくって捨てればいいだけなので楽ちんです。まずは内側の影になる部分を黒ではちょっと心配だったので、かなり黒に近いグレーで塗りました。真っ黒ってなんか使うのに勇気いりませんか？私だけかな。こっちにさっき作った画像を写しているパソコンを置いているので、そっちを見て作業をしていたら全然手元が写ってなくてごめんなさい。集中しちゃうとダメですね。久々に絵の具に触ったので、この作業だけでも結構時間がかかりました。頭は事前に動画外で合わせ目消しをしておきました。このバルカン砲が出てくるところ、ちっちゃくて細い筆でも結構塗りにくかったです。とりあえず細かいことは気にせず塗ってしまって、後ではみ出た部分を綿棒でこずって落としました。適当にやった割には綺麗にできた気がします。他のパーツも塗り終えてこんな感じです。次に足の白い部分、シールだったんですけど、それはスプレーの時に剥がしてあったので、白い絵の具で塗っていきたいと思います。この白も頭とか他の部位の白と合わせたかったので、ちょっと調合をしました。アクリルガッシュなので下の赤に負けずにちゃんと白が乗ってくれてよかったです。薄い色から塗った方がいいのかなと思って、次は黄色い部分を塗っていきました。黄色は白に比べて下の色がちょっと透けてしまうので、何度か重ね塗りをしました。縦の部分はちょっと色味が納得いかなくって時間がかかってしまって、この動画で映ってないところで結構試行錯誤して、全体的にこんな感じに黄色は塗り終えました。次は黄色の影の部分を塗っていきます。影の部分はただ黒を入れるだけでもよかったんですけど、ちょっとオレンジっぽく見える気がしたのでオレンジっぽく塗ってみました。
でも結果それではちょっと浮いてしまって、色を試行錯誤して頭はこんな感じになりました。次は赤いパーツです。ウエストの赤は単色でまずは塗ってみました。こんな感じです。単色ではちょっと色味が良くなかったので、他の色も混ぜて影の部分も色をつけてこんな感じになりました。ちょっと見にくいですけど、影もちょっと暗めに入れてあるの分かりますか？続いて青いパーツを塗ったんですけれども、スマホのオーバーヒートかデータが飛んでしまいました。ちょっとショックです。色は塗り終わったんですけれども、この元の白いところに色が付着してしまったので、そちらを消すために似たような色を作って上から重ねました。同じ色で縦の縁も塗りました。似せた色を作るのって結構難しいですよね。私は適当に混ぜてそれっぽい色を作ってるんですけど、皆さんはどうされてるんでしょうか？続いて影の部分をグレーで塗っていきます。普段イラストを描いたりしないので、どこら辺に影ができるとか想像するのも難しかったんですけど、最初に作成した画像を元に塗っていきました。白いところに色を重ねるのってもう直しが効かない気がして、ちょっと怖いですよね。怖がってもしょうがないので、失敗してもいいやという気持ちでどんどん塗っていきました。グレーだけで3色ぐらい色を使い分けています。このグレーを塗ることで一気に立体感が増した気がします。全体的に塗り終わってこんな感じになりました。続いてハイライトを塗っていきます。ハイライトは真っ白すぎると良くないかなとも思ったので、ちょっと水で薄くした白をのせました。自分の直感を信じて適当に塗っていって、こんな感じになりました。ちょっとアニメ塗りっぽくなってきましたか？立たせるとこんな感じです。続いてペンで縁取りをしていきます。マッキーの太い方の腹の部分でなぞっていくと効率がいいとのことだったんですけれども、私の使ってるマッキーが古いからかちょっと出が悪くって、先の方も使って塗りました。出が悪くなったのでミリペンを使って上からなぞりました。ミリペンは細かいところやくぼんでるところを塗るのにいいそうです。シールドもマッキーで線を引いたんですけれども、なんかちょっと弱い線になってしまった気がしたので、ガンダムマーカーの墨入れペンを使って上から重ねていきます。流し込みタイプの方が本来のガンブラだったら私は使いやすいかなと思うんですけれども、これは筆タイプのペンなので、腹の部分を使ってエッジを描いたりとか溝の部分もなぞることができてすごく便利でした。出っ張ったところを塗ってこんな感じです。くぼんだところはミリペンでなぞってこんな感じになりました。結構パキッとした印象になった気がします。他の部分も同じように塗ってアニメ塗りの完成です。立たせるとこんな感じです。最初の印象とは随分変わった気がします。後ろの方はちょっと気力が持たなくって途中でやめてしまいました。近くで見ると結構粗いんですけど、遠くで見るとそれなりに見えるのでこれでよしとします。白背景で写真を撮るとこんな感じです。ちゃんとアニメ塗りっぽく見えますか？と
いうわけで今回は初めてのアニメ塗りに挑戦しました。ちょっといつもより小声で話してます。というのも5時くらいから塗り始めたんですけど、今の時間がなんと朝の4時です。おかしいもうそんなに時間かかると思ってなかったんでびっくりです。夕ご飯も食べてないのでお腹が鳴ってます。でも頑張った甲斐があってすごく初めてにしてはよくできた方なんじゃないかと思いたいです。どうですか？日付変わった頃からちょっと頭が回らなくて動画ちゃんと撮れてなくて編集大丈夫かなってすごい心配なんですけど、それは後日の私に任せたいと思います。今後も成功失敗関係なく新しいことには挑戦していきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。暑さがますます厳しくなってきてますが、皆様お体大丈夫でしょうか？来週の動画投稿はお出かけをするのでお休みになります。次の投稿まで過去の動画を見てお待ちいただけると嬉しいです。